Hello、こんにちは。ジェンジー VS BLG セカンドゲーム。ファーストゲームではジェンジーがほんとバラバラでしたね。構成もちょっと負けてたように見えたし、勝てるマッチアップのグラガスもトップレーンでボコられてたし。今日のジェンジー怪しいぞ。BLG が思いのほか強かったね。ただジェンジーはここでブルーサイドを選択。ブルーサイド有利ですから。ここは勝っておきたい、ジェンジー。ルシアンノーチ、ラカンバン。BLG はマオカイ、カサンテバン。あと一つ。アーリがどうなる？それともさっきジンクスバンしてた BLG。ジンクスファーストピックはあんまりないから、ジンクスバンすることはないかな。ジンクスめちゃくちゃ強いけど。グラガスバンだ。ジェンジーはファーストピックでアニーウーコンめっちゃ強かったね。昨日の JDG が使ってた。BLG はここでジンクスとウーコンを抑えるのが強いんじゃない？いや、ウーコンではなくバイだ。じゃあジェンジーがアニーウーコンやればいいね。バイカウンターでもあるし。I mean, this does mean that Yagao's Ari is up for grabs, right? The Vi Ari goes left uncontested. ウーコン取る。アニーはミッドでしょう。あと ADC の残りはアフェリオスかな。ラカンもいないし取れないし。アフェリオス取る。ここから BLG はサポートでもいいしミッドアーリとかアリバイだ。アーリバイ。エンゲージが強い構成に対してアーリは必須ですね。アーリバイのコンボもあるし。アニーウーコンで相手のミッドがベタ足だったらいいけど、アーリ相手はちょっとジェンジーも厳しいかもな。昨日の T1 構成には刺さっていたけど、キンドレットとかナイトのアニー美しかったですね。チョービーのアニーは初めて見る。もうチョービーにアニーはもったいない感じもするんだよな。アウトプレーっていうかもうフラッシュティバーズをどううまく決めるかになってしまうんで、正直誰が使ってもってところはある。そりゃファームもしっかり食ってうまいんだろうけど、チョービーだからできるアウトプレーってのがアニーだとなさそうだね。フラッシュティバーズだけだ。BLG ここでルルオバン。ジェンジーはジャックスオバンです。ジャックスうまかったね。BLG はスレッシュバン。BLG はサポートを先出しするかな。トップをラストピックに回して。ジェンジーは何をバンする？ナーは今大会あんま出てきてないよね。ケネンとか。ケネンバンだ。エンゲージが強い BLG の構成をバンしていきます。サポートレオナ。あんまレオナって先出しできるチャンプじゃないけどね。ブラーム、レオナ、ブリッツ。ブラームが最近すごい強く見えるな。エンゲージは味方あるし。ここでブラームを選択。ブラームに対して何を取る？レンジ系のサポートが強いけど、アフェリオスの相棒のルルースレッシュバンされてて、残りがタムケンチ。
だね。タムケンチぶらまいてきつかったはずだけどな。でもアリバイに対してタムケンチで救えるからエンゲージに対しては強いです。ジェンジートップ先出しで安定するジャンプ何取るなあとかオーンを取るとこれグエンとか当てられるんじゃない？グエンピックが早いな。まだピックはされてないけど早い。射程短いしね、ジェンジーはメレー多いからグエン刺さります。オーンのアルティメットブラームの盾で消されるんですよ。ブラームがウルトを反対側にするとオーンがウルトで引き寄せて頭でぶつけてそれを飛ばすときはブロックできないけど手前に持ってくる自分の方にウルトを持ってくるときブラームが盾を反対にするとあれ消せるんだよね。ブラームがいるのにオンを取るんだ。フロントが必要だったか。ブラガスいないし構成 BLG の方が強そうに見えるけどな。ハローこんにちは。ジェンジー VSBLG セカンドゲーム始まりました。ブルーサイドで勝っていきたいジェンジー。チョービーのアニーは初めて見る。アニーウーコン昨日のシリーズで JDG が無双していました。ウーコンにキルを集めていきたいです。でもねブラームがねメレー相手強いのよ。相手が突っ込んでくるやつにピールできるからさパッシブとかで味方の耐久力も上がるしね。確か味方にアーマーとかマジックレジストをブラムがブリンクする対象に一時的に渡せるはず。パッシブも強力だしな。アルティメットもインゲージはちょっと弱いけどディフェンスに使うのは強い。構成どうだ？トップはグエンでしょ。ジャングルはウーコン。ミッドはアニーのアルティメットをフェイカーがやってたようにアルティメットでプレッシャーしてフェイカーのアニーはチョービーのアーリー相手ロームできてたしそれを参考にしていきたいね。アルティメットを温存しちゃうとアーリーがウェーブを押し込んでからロームしちゃうんでアニーは機動力もないからバイアーリー相手ついていけないし先にアーリーの HP を削って動きたい。そして重要なのはボトムのマッチアップ。タムケンチアフェリオス対ジンクスブラーム。ここ最近ジンクスの方が評価上がってきてますね。チームファイトも射程が長いしワンキル取ってから化け物だからジンクス。アフェリオスは武器次第でCC 合わせとかがあったりするんでそれをうまく使えれば連戦でキル取れたりとかするんですけどギャンク決めてそういうのがなければジンクスが安定して強いかな。アフェリオスは条件によって戦い方が変わりすぎるしね。射程が基本ジンクスよりも短いのでアフェリオスが殴れないで一方的にジンクスに殴られるケースが最近よく出てきます。アニーはミッドを押し込んでうまく立ち回っている。バイはワード置かれてるチキンをスキップしてボトムからレッドを食って動きますね。もうちょっと深くに置かないとあれ見えないんだよね。レッドの方に行ったのか。でも奥に置きすぎると今度はレッドの裏からミッドに来られちゃうんでチキン取ってるかギリギリ見える位置プラスミッドへのギャンクのルートも見えるようにワードを置いたと。さっき置いたワードは今頃切れているのでバイは最後にチキンを食べる。うまいね。ワードが消えてからバイチキンを取ります。ちょっと時間ロストはあるけどタムケンチブッシュから W を当てる。ブッシュからのタムケンチの W 避けづらいです。
W のアニメーションが見づらくなるんだよね、あれ確か。どこに W が来るかわからないんですよ。長尾、おお、フラッシュがあれいつ使ったの？フラッシュ消えてる。フラッシュ温存したかと思ったけど。バイがミッドでギャンク決めた。ジェンジーはボトムでキルは取れなかった。でもウェーブロストはさせる。でもアーリがそれを食べてミッドはどうなる？トップグエン、ちょっと待って、トップどうなってんの？ちょっと待って、ソロキル、またソロキルされんの？いやいや、フリーマッチアップだけど CS さん2倍つけられる、そしてソロキルされることはないでしょ。いやー、壊れたぞドラン。ソロキルまずくね。グエンレッドゲーム化け物だけどな。この構成でグエン捕まえるのも厳しいぞ。さっきのジャックスよりまずいね。グエンのリフトメーカーの素材、あれオムニバンプついてるから回復ついてるからね、余計辛くなりますよ。オンはルビークリスタル1個。ボトムでジンクス追い返したけどファーム有利はそこまでないな。アニーのフラッシュ本当いつ消えたんだろう。ギャンクで多分消えたんだろうけど見てなかったな。バイはウーコンに勝てないはずだけどね。まあでもウーコンのダブルが消えているので、ここでバイがチキンを攻めに行く。ボトムの主導権もブラームがあります。でかいの盗んでいく。アニーがアルティメットをぶち込んでミッドの主導権を取り返す。戦いに行くのはジェンジーだ。ウーコンが突っ込む。ウーコンがフラッシュイン。アニーのティバーズがキル取ったか。ウーコンにキル集めたいけどな。アニーがキル取るのはどうなんでしょうね。でも今のファイトでドラゴンを取ります。Props to GENG. I feel like after game 1 they weren't quite expecting the level of aggression that BLG showed, but game 2 they're matching it now. They know the dragon's up. They want to fight BLG over it. ハムケンチから突っ込んできたのか。ミッドの差があるしね。でジンクスの陣形も悪くてダメージを出せないので孤立してるから、ジンジがうまくそこで入っていく。Dive into the river, finds that flash Q at the end as well to slow down From one more time. Really nicely done. It does give a kill over to Chovy, and you were talking about it earlier before that. We're so rudely interrupted by that play. インベードするね。Just kind of drops Tibbers on cooldown in lane, right? And that is kind of how you just play out this lane. Is that you can always get a really effective trade and then just utilize the Tibbers both to push out the wave and to harass your opponent. It's also really effective with first strike because you can get so much burst damage out that you kind of just end up farming gold with it. Yeah, what's interesting for Chovy is that even though he did die earlier, thanks to the kill that he got back, he was even ahead of CS in the matchup against and he finds himself with about 100 to 200. グエンがフリーだ。ウェーブ先に押し込んで視界取ってヘラルドのタイミング BLG が先に寄る。このヘラルドは絶対ギブだね。ブルーサイドってヘラルド取りやすいのに取れないんだ。序盤事故っちゃったから。ヘラルド取るためのブルーサイドでもあるんだけどな。これ取られるのはきついですね。ドラゴンも取りづらいですからね、ブルーサイドだと。1個は取れてるけど。ここはアフェリオスのタワープレート。
相手のジンクスとブラームがもうちょっと離れていればね、もう1枚取れたが、ジンクスたちもすぐ戻ってきます。the status of Pays. I talked in game number 1 about how GENG loses games, and it generally requires Pays to be set behind just because of how important this guy is to that GENG war machine. This time around, he's feeling great. He's up 11 CS. He's the one who's フェリオスが 2.5 plates from the turret in his lane, and on a champion like Aphelios. チームファイトでキャリーできるかな。ブラームもいるしね、盾がブロックしちゃうから。あとアーリとバイが突っ込んできて、グエンも突っ込んでくるからね。タムケンチがそこで大事になるか。グエン止まるかな。グエンが無双して終わりそうだけど。お、オーンがアルティメットを使う。うまく当てる。ウーコンアルティメット。これはさすがにキルです。素晴らしいレーンギャンク。ここでグエンを捕まえるのはでかい。ワーディングはしっかりできていたんだけど、レーンから来るのは警戒できていませんでした。グエン、ウコンそれが強いね。 W でブリンクして、また E でブリンクして、オーンもアルティメットの合わせ強かった。あれ、オーンってウルト使わなかったっけ。ウルトのタイマーが回ってない。バグなのかな。アニー、ティバーズを出してウェーブを押し込む。ティバーズがアーリのボーンプレートを取ってくれるのいいね。ティバーズ50ゴールドだ。キルを取られたくない。あれはティバーズやられたか。おウルトやっぱ使ったよな。UI ぶっ壊れてんな。グエンフラッシュまで使った。バイが今度はレーンギャンクを狙う。でも映っていますよ。アニーがバイが見えてるので攻める。バイが見えないときこれできないんだけどね。アーリーバイで捕まったら一瞬でやられちゃうから、バイがトップにいるのでアニーが攻めます。トップはプッシュウェーブの状態。ワードを置くドラン。バイがトップ側だからボトムを押し上げてダイブを狙いたい。バイがかなり時間を費やしたぞ。ボトムに、トップに。ボトムはジェンジが狙います。でもブラムイグゾースト持っててダイブしづらいか。アーリーも寄ってくる。BLG もしっかり守りますね。ブラムだからだいぶしづれえな。ジェンジーもサポートがタムケンチだから攻め用のキャラではないので余計辛いですね。オーンがトップを仕込んでから先に寄ってくるからジェンジーがドラゴン取れそうです。トップの圧力で。チョービーミッドのウェーブを捨ててでも寄ってくる。ドラゴン2つ取った。オーシャンドラゴンソウルだ。ゴールドはイーブンだから4ドラが取れればジェンジーもありそうだね。4ドラ取れないと厳しいかも。アニー強え。ヘラルドヘラルド。これバイはさすがにいけない。ああ、ティバーズを追ったんだね。ヘラルドが突進できないように。味方がいてくれればな取れたかもしれないけど、残念ながら味方いませんでした。Again, just surprised that it made it through the bands. Yeah, I mean, it's 250 gold earned from first strike, right? You know, that's almost a kill just from kind of farming. ファーストストライクでもう250ゴールド稼いでるんだ、アニー。ワンキルだね、ほとんど。
Plus, obviously, it does でかい。 scale very well because it's percentage damage. It's not just a static amount that is going to proc. It's just amping everything that you're doing. So if you get that big engage later on, you're always going to have that flat percentage burst added on top of it. Oh, this is actually pretty tough for Doran now, though. He's going to have to be トップの連戦きつそう。レディアントバーチでもあるから集団戦向けのアイテムなんだよね。スプリットでサイドレーンに出ているとき危ないな。グエンはリフトメーカーからのナッシャーズトゥースでチームファイトも強いしスプリットも強いビルドいきます。これ以外あんまビルドないと思うけど、上に他のビルドあったっけ？ゴールドはイーブン。5対5、ヘラルドのタイミングだ。タムキンチがフラッシュを使わされる。ブラームもウルト使う。ウーコンの入りはいいぞ。ウーコンの入りはめちゃくちゃいいけどブラームのせいで動けない。いや戻ってきた。チームファイターどうだ。オーンがアルティメットをここでブラームがいないのでぶつける。いや入り良かったね。ウーコンブラームがウルトを使い切ってウルトなくてチャームも外れてその後入っていきイグゾス食らってすぐ離脱して入って出てがうまかった。タムケンチアルティメットも使用していない。このファイト勝ったのでけえゴールド逆転です。ゲールフォースを持ってるアフェリオスにチャームとブラームのアルティメットはさすがにやりすぎだね。でグエンが突っ込んでくる。いやタムケンチのウルト使ってんじゃん。何これ使ってるのにいわゆる使ってないことになってんな。タムケンチのウルトあんのないのどっち。今のでウーコンにキルかな。アフェリオスにキル集めたいけどねこの時間帯。でもアフェしっかりファーム食えてる。If they can't find that initial pick, you can see how in terms of the front to the back, it's a lot harder for them to just execute. Because the moment that the Wukong comes in with the amount of chaos that he provides, with the Annie でも今のは BLG が戦い方下手だったな。フラッシュとゲールフォースを持ってるアフェリオスに重要なチャームと、チャームまではいいけどブラームのアルティメットはねウーコンが入ってきた時に必要ですから、それがなくなったタイミングでウーコンが完璧な入り。ドラゴンのタイミングで同じことがしたいジェンジ。ワードに移ってる。孤立してるぞアフェ。タムケンチがしっかり W でリポジションぶんね今の。タムケンいるから BLG もなかなか無理はできません。タムケンが厄介そうだね。オントップ押し込んでからテレポートで寄る。ヘラルドも今のうちミッドでぶつけに行く。完璧だヘラルドの使い方。オンのアルティメットはブラームがいるから使えないぞ。ドラゴンは取ったけどミッドタワーに CG をする。ミッドタワーの HP 削るのでけえ。ドラゴンと全然ワース。2つ目のチャージをぶつけられるか。ブラームアルティメットを切った。スマイト。今のはファーストタワーか。しかもお互いにタワー取ってなかったんで余計にゴールドがジェンジーに入ります。ブラームがアルティメットがないのでこれワンチャンミッドダイブするか。オーンのアルティメットもあるぞ。ブラームが帰っていればねダイブできた可能性はありますがジンクスフラッシュ持ってるので無理はできません。狙うのはいいと思うけど。
The vision was a little bit too awkward, and BLG didn't like the position, so they decided not to overcommit. But I will say, this game overall a lot slower than what we saw in game one. It's significantly less fighting, and I think the GENG feel a lot more comfortable in that environment. Their real strength is about how they play the map, their lane assignments. Chovy wasn't prepared for this. 兄フラッシュはあるけど使っても死ぬ。これ捕まえるのえぐいね。機動力がないからな、兄は。バイに捕まったら一瞬です。アニーのフラッシュ我慢したのは偉かったね。集団戦でアニーはフラッシュ必須ですから。BLG もタワー取り返していくけど、ジェンジーもボトムのタワー取り返します。しかもウェーブを燃やす。ドラン煽る。I think it's also really just an important mental game, you know? Got to be having fun when you're playing advantage secured. Yeah, and he made sure that that entire wave died to the tower before he destroyed it. So we kind of look at the map state in its entirety. Vision, overall, well, relatively even across both sides. There are 視界はお互い取れてるね。 setting up for the Drake, which is still spawning from quite a ways away. Ideally, both teams are looking ドラゴンは2分。 towers, so if you are バロンは上がってます。 BLG, ideally you'd be looking to try and secure this bot tower, which means that you'd want to try and invest your vision towards the bot side and then look to secure it, and then the cross map on top. But right now, it just feels like they're both teams お互いにそんなバロン取るのは早くないかな。ドラゴンがメインになりそう。So Bin is just going to be pushing out side waves, then collapsing to the team, and always trying to use that tempo, right? Because they have Chovy now answering in a side wave, so now they know they have an extra member around here. So BLG can step forward, try to clear out vision, try to push out mid, try to gain some small advantages there. アニーがサイドレーン行くのが難しいね。アーリとグエンの方がサイドレーン行くのを向いてる。スプリットプッシュってなると、ジェンジーはアニーがグループしなきゃいけないので、視界取ってエンゲージするとかバロン触ったりしないといけない。チョビーのアニーがレベル12で低いですね。ドランよりもレベル低いな。サイドレーンに行きづらいアニー。Locket also just purchased by Delight, so a lot of big completions now coming through. Elk is doing what is a very common build, where you go Kraken into Zeal, then you go IE, just have that additional attack speed, but it does delay your second item power spike quite a lot. So おお、フェリオス前に出る。いいプレーだ、フェリオス。HP 削ってミッドを強引に押し込んだ。タムケンチは近くにはいたけどね、ちょっと遠かったから、ここでアグレッシブに行きます。ミッドの主導権は得た。ドラゴンが30秒。視界を取り返すジェンジー。今のプレーでかいね。ドラン待ち伏せてる。アーリテレポート。アニーも TP。ドラゴンゲーです。アニーウーコン。アニーがね、エンゲージ先に綺麗に決めたら勝てる。アニーが視界に映っちゃいけない。視界外に常にいたいです。隠れてますね。ミッドのミニオンに映ってない。アニーのフラッシュインからウーコンが突っ込む。これが理想の形。アニーが見えてない。アニーずっと隠れてる。バイが入ってくる。あ、ティーバーズミスったよ。チョービー、ティーバーズなんかミスったか。味方もフォローアップできない位置だったし。What？ アニーのティーバーズ使っちゃったんだけど、フラッシュウルトができないじゃん。今大会なんかミッドレーナー不調になるのか。キャップスしかり、キャップスはもともと今年不調だったみたいだけど、3ヶ月ぐらい。アニーティーバーズ消えたんだか。フラッシュ W か。
でもダメージが圧倒的に足りねえな。これもうドラゴンギブはダメ？ジェンジ戦うの？ミッドも失ってるよポジション。ミッドタワー取られる。ドラゴンも取られそうだ。アニーのティバーズなしでいくか？でもティバーズは、クルダウンは早いな。おお早い。なんだこれ。1分もかかんなそう。あと20秒ぐらい。短いんだね。ティバーズあと10秒です。短い。アーリが裏にいる。アフェリウスがミッド行く。スマイトを使ってバンシーを剥がした。でももう1個スマイトあるから間に合うはずです。アニーがフラッシュイン。アニーがフラッシュイン。ウーコン入っていく。オーンのアルティメットはどうだ？消されたか？アーリ倒した。アーリが裏から入ってこようとしたのを倒した。ウーコンがアルティメットでジンクス捕まえる。集団戦いい形ですねジェンジ。おタムケンチがブラウンを食べてアフェリオスにキルを渡す。しかも3ドラゴン。バロンはどうだ？バイが生き残ってるからバロンまでは難しい。アニーがいいエンゲージを決めたね。ティバーズ帰ってきて。Absolute domination from GENG in game 2. And I'm not sure that BLG realized how quickly the Annie ulti was going to be up, because remember, it was used mid lane and whiffed mid lane, and here is a flash Tibbers engage. The cooldown on this thing is just オーンのアルティメット飛ばせたんだ。裏からアーリーが来ようとしてるけど、オーンがそれをマークして、ティバーズ決まって、オーンのウルトも決まって、完璧でしたね。裏から入っていくのはアーリーじゃなくてグエンでいいんじゃねえか。機動力はあるけど柔らかいからな。ヤガオがミスりましたね。But a great fight and looking good for GENG in game 2. A couple critical things though. Elk did not waste summoners in what was a very clearly losing fight, and now has his IE completed. So he is at a much stronger. お互いに ADC はフラッシュが残っている状態。Despite the fact that they lost the fight, didn't really overcommit, so they're pretty well set up to try to go again. The game still is pretty close. That Drake that was secured by BLG earlier does end up coming in clutch, keeping that soul away from GENG at least for now. グエンがデスキャップ出る前にバロン狙いたいね、ジェンジーは。ここを通るのか？怖い。アーリー？チョービ？ウーコン？孤立したやつに入っていく？でも逆に捕まる。ブラウン相手中途半端でエンゲージしてスローする。これ戦い勝てるのか。ウーコンウルトすら切れなかった。アフェリオススタンを食らうブラウムの。オーマイガー。T 様ここで集中力切れたか。いや狙いは分かるんだけど相手が2人チキン側に行ったからこれダメだって思って戻るタイミングでも捕まったね。とんでもねえスローだ。勝ってたのに。アフェリオスのフラッシュも切れて。ブラウンが強いよね。the Q on the ward and is able to find the angle here, and this is what I'm talking about. He had already アニーが遠いのよ。ウーコン一人でエンゲージは切れないし、アニーとウーコンが一緒にいるときできるのに。アニーがいないところでピーナッツが一人で行っちゃった。狙いは全然いいんだけどアニーがいればだったね。グエンが横から来ておまけファイトや。グエンのダメージ。グエンデスキャップ出ちゃったよ。
But on the other side, GENG now level 15 here for Doran, so he has his own mythic upgraded there. It's a mythic upgraded as well for オーンのアイテムアップグレードで There are signs of hope. ゴールド的な差はないけど They showed this against バロンバフで AD、AP も増加している BLG。 戦いに行くか。アニーのフラッシュは帰ってきた。戦い方次第では勝てる。オーンがブラム捕まえる。これはいいね。オーンが前に出るのはいいよ。オーンは硬いから。でもこのウルトうまく決まらず、アーリが突っ込む。グエンとファイが下から来る。アーリはギリギリ生き残った。ジンクスが殴る。タムケンチのアルティメット逃げる。オーンは逃げきれない。BLG win another fight, 1-0. With pace on the other side of the fight, there's no one to contest Ben. He has his death cap completed after that mid TP. グエンをやるやつがアフェリオス1人だ。でもアフェリオスはそこにいなかったからグエンがやりたい放題だったね。BLG come to life. They're pushing down mid. They take the tier 2 and they're going to retreat back to the dragon. You foreshadowed it at the start of the game, Azale, where if Bin can just find the right angle, if Bin gets strong enough, he can become this unstoppable threat that GENG don't really have an answer for. And that fight position was not a good one for BLG. No. They were very separated. Dragon wa give. Elk were separated from their front line, and they didn't really have the support or good position to follow up. And Bin said, I don't care. レートゲームはグエンが止まらんだろうな。I have the damage, I have the tools to dismantle GENG, and that is how they won that fight. They won a tower. グエン回復もするしね。重傷がありませんよ。It requires the entire enemy team to actually deal with you because they have to be able to stun you up, get you inside that shroud, and be able to burst you down, right? グエンを止めようとしたら今度はジンクスがフリーだしね。ジンクス射程長えから。ダメージが足りないんじゃないかな。The only healing debuff is an ignite on Delight, which was not in position to be there. There was no damage coming out from Pays. They have no answers for Ben if he's not focused by everyone. Now, the pings have come through from BLG onto their own AD carry, which is flashes up in about 45 to 50 seconds. They don't want to do anything until that is back up, and naturally they're going to assume that Pays' flash is up at the same time. So both teams going to play ゴールドは BLG が3000ゴールド有利。4ドラが取れればジェンジーもワンチャンありますけど、ワンファイト勝つのが難しいね。ドラゴンで 50-50 ができればチャンスはありそうです。しかし BLG 全部のウェーブを押し込んで視界を取っていく。バロンが2分でドラゴン3分か。兄サイドいけないからな。アフェリオスはファーム食えてるね。アフェリオスのアイテムもアップグレードしてもらってるし、ヘックスドリンカーコンプリート。BLG の構成は硬くはないからな。タンクがいるわけでもないし、ヘックスドリンカーを早くマルモティウスにアップグレードして、アフェリオスが赤白の武器とかでグエンを倒しに行きたいね。It was after GENG had just won a pretty decided victory themselves, but you guys properly pointed out the saving of summoner spells, the fact that they recognized they could keep those resources and turn it around later. Now GENG still has quite a few ways that they can slam a fight. When you look at X-Drinker with the Bloodthirster, Infinity Edge, Gale Force, evolved Mythic thanks to Doran's Ornn, and GENG ミッドに行った BLG だけど BLG はミッドのタワーはないですからね。ディフェンスに回ります。And we'll see if Pays can stand his ground very close to level 16. That's going to make a big difference. But Bin, just as close to level 18. Absolute monster in the top lane. I mean, Bin is more than the total gold lead for his team, right? You know, he is a good 4,000 gold ahead now of Doran. They're 3,000 gold up on GENG. グエンストップワッチまで出たか。
アフェリオスのダメージロスがえぐそう。グエン狙って。バロンは湧いた。ドラゴンは1分半。ジェンジーが先に寄る。ボトムも押し込んでミッドも押し込んで、トップは押し込まれてるけど2レーンを押し込んでジェンジー視界を取りに行きます。Gold-wise, though, you have 4 mythics upgraded for that horn, so the gold lead is really 0. It's basically a dead even game at this point. Soul would be a massive advantage for Genji if アフェリオス、射程の長い武器で多くしていく。as Genji do have the push through mid and are going to have easier access into the river. They just used the unbreakable from On's prom, so BLG knew they had to back up for a second. You can't risk getting engaged on by the Orn Horn. ゴンが孤立してる。ウーコン入っていく。おえここで入ってくる。アーリのバンシーは剥がれた。ミッドを先に押し込むのはジェンジーだ。 BLG は囲もうとしてるからミッドのプッシュは勝てない。グループしてジェンジー、アニーが狙われる。アニーはストップパッチ間に合った。新ファイトどうだ。アニーフラッシュウルト残してる。ウーコンのアルティメットを使用させられた。オーンもウルト使う。グエンのアルティメットだけで HP4 割消えた。アニーはバックしたいように見えるがジェンジは入っていく。チョービーがチョービーがチャームで捕まる。ウルトうまく切れなかった。逃げにフラッシュを使う。しかしヤガオに追いかけられ、アニーのフラッシュティバーズがバックラインに決まらなかった時点でもうゲームが勝てない。チョービーがアーリのチャーム食らってしまった。3ドラゴン BLG4 ドラゴンが取れないジェンジ。BLG3 オーシャンドラゴンだよ。オーシャンソウルがなくても回復がえぐいな。重傷がないですジェンジ。グエンも回復めちゃくちゃするし、バイのレディアントバーチもあるし、重傷がないの割とまずくね。オーンがチェックしに来る。オーンが狙われる。ウーコンも狙われる。オーンがグエンに確定ダメージで溶かされる。自然の力を持ってても確定ダメージは勝てねえのか。ティバーズはある。ティバーズはある。ブラームのアルティメットが外れた。バロンを触る。ティバーズを当てる。タムケンチが救う。ここうまい。R が入ってきたの。ティバーズ捕まえるのめちゃくちゃうまい。ウーコンがボディブロックしてあげる。バイを捕まえられるか。バイ捕まえた。バイ捕まえた。これ追いかけるか。アフェリオス前に出る。前に出て戻る。ついていく。ジンクスがフリーだ。ジンクスがフリーだ。ウーコン行き過ぎ。ウーコンストップパッチあるからって一歩行き過ぎた。ストップパッチでやられてジンクスの射程。アフェリオスが一発も殴れない。ジンクスが3発殴ってアフェリオス一発も殴れない。クワドラキル。ホーリーシェ。やっぱジンクスか。アフェが射程で勝てない。いくらアフェが強くても殴れなかったら意味がないね。タムケンチのアルティメットアニに使うのは良かったんだけど、そっからウーコンがグエンに一歩入っちゃってね、陣形崩れたね。お上行ったか。これはうまい。チームファイトのダメージ見ましょう。アニーが6000ダメージ。アニーすげえ軽く出したな。あれが入ってくるのをね、ここ捕まえたのマジでよかったね。で敵の攻撃も吸収したし、タムケンチのウルトで。でウーコンが W をボディブロックに使う。必要なかったけどチャームのブロックするためかな。
でここまでは良かった、ここまで良かった、ギリギリの HP のここで良かった、ここで一旦下がっていいんだけど、ウーコンが前出ちゃって、ジンクスがキル取ったからパッシブが発動して足が速い。アフェリウス一発も殴れない、3発殴られた。And that is the advantage of the Jinx in those situations. You stack the lethal tempo, and you can see it. BLG's coaching staff are pumped up after that fight. They know it was critical. And now BLG are looking to push down BLG がバロンも取ってトータルゴールド6000ゴールド有利、かなり差を広げた。 BLG はスプリットがしやすいぞ。ミッドに行き、ミッドのタワーを降りきる。グエンは一人で入れるしね。でもグエン TP ないのでミッドは引かないといけない。引っかかりません。GENG's only real recourse in this situation is to try to get an odd number fight. They need to find a 5v4. They need to find a 4v3, something along those lines. But Ben is just going to peel them apart. You can see him pushing down here. アーリが一人でミッドプッシュ。ジンクスとブラームはボトムではなくミッドにいる。お、これグエンがいないからね。グエンが TP ねえからここで戦うのはいいんじゃない？でもジンクスに届かない。ジンクスに届かない。オーンのアルティメットがブラームに消される。あれブラームの盾ってオーンが飛ばしてくるのも消せるのかな。消したように見えた。消せてもノックアップは食らうんだっけ。7000ゴールド差か。4ドラゴンが25秒です。視界を完璧に失ってるジェンジー、ミッドから行かないといけません。狭い道を通れない。まずミッドをプッシュしてから力を取らなきゃいけない。オーンが孤立してる。アニーがウルトを決める。だけどこれはフォローアップできない。アニーのアルティメットを前に使うだと。アニーフラッシュティバーズあんのにバックラインではなく前に使ってティバーズ消えた。50-50-50-50バイが取った。4ドラゴン取られたジェンジー。ジェンジー重傷もないからダメージが足りない。カメケンチが食う。アフェリオスがジンクスを一発も殴れる距離に行けない。マジか。いや今日のジェンジー弱いぞ。アフェリオスも8000ダメージ。でもジンクスはそれを上回る9200ダメージ。いやジェンジーが弱いのか。いやでもミス多いよな。 BLG が強え。エルクが強い。ゲールフォース持ちのアフェリオスをやらなければエルク最強か。いやでもあとビンもえぐいな。トップキャップえぐすぎるこれ。このシリーズミッドも超ビー全然兄うまく使えてないし。王手です。